皆様こんにちは、セイナです。今回は1月6日発売、一部店舗で1月4日から先行発売中の RMK スプリングコレクション2023インプレッションインアンバーよりリクイドアイズの EX01 番、インフィニットシングルアイズの EX01 番、EX02 番、EX03 番、そして新作アイテムとして発売されるザ・マットリップカラーから01番、02番、06番の3色をご紹介していきます。視聴者様の中でも春コスメの中で一番楽しみにしているという方も多かったので、全国発売よりも一足早くご紹介できたので、少しでも参考になれば嬉しいです。特にこちらのリクイドアイズの EX01 番は先行発売の予約受付も早い段階で終了してしまったというくらい人気だったらしいので、気になっている方はぜひお早めにチェックしてみてください。こちらのチャンネルでは他にも各ブランドの春コスメもご紹介しておりますので、気になった方はぜひチャンネル登録して他の動画もチェックしていただけたら嬉しいです。それでは早速始めていきます。RMK スプリングコレクション2023インプレッションインアンバー。ゴールデンアワーの光に包まれる地中海のきらめき。夕暮れの光の中に様々な感情が溶け出し、美しさも濁りも包み込んで艶めく琥珀を思わせるマット、グレーリフレクティブな質感をアンバー、ビジョンイエロー、バーンとオレンジに乗せて、心地よくありのままの自分を表現し、軽やかな光の透明感と奥行きをまとう春のアンバーコレクション。ご紹介していくのは、リクイドアイズの EX01 番、グローオブコンフィデンス。まぶたを照らすイエローアンバーのメタリックな輝き。みずみずしい質感とともに、ゴールデンアワーの光をまとうリクイドアイシャドウ。続いて、インフィニットシングルアイズ。ふんわり柔らかく溶け込み、透けるようなきらめき。アンバーの奥行きを軽やかな光の色でまとうアイシャドウ。今回発売されているのは EX01 番のバロックブロンズ。上品なパールがきらめくイエローベースのアンバーブラウン。重ねてもくすまず単色でも締め色でもフレッシュなブラウンメイクが完成する。EX02 番ローアンビジョン。コレクションのキーカラーのビジョンイエロー。グリーンでもイエローでもない絶妙なニュアンスを持つ透明感のある色ときらめきで目元に美しい奥行きを。そして EX03 番のスパークリングリモンチェッロ。イエローゴールドのパールがまばゆいアンバーゴールド。イエロー、オレンジ、ブラウンが絶妙なバランスで溶け込み、透明感のある光と色をまとえるカラー。続いて新作として発売されるリップカラーも合わせてご紹介していきます。ザ・マットリップカラーは全てが美しく肌に馴染むオーセンティックでありながらモダンに自己主張する10色のカラーバリエーション。今回は10色のうち特に人気の01番ピーチフォグ、02番デミュアピンク、そして06番のチェリーインフュージョンをご紹介します。01番のピーチフォグはピーチを含んだ柔らかな深みを感じるヌードベージュ。肌をきれいに見せるくすんだヌードカラーは毎日つけても飽きない色。02番のデミュアピンクは可愛らしさとモダンを兼ね備えたタイムレスなピンクベージュ。素の唇の色をより美しく整えながら可愛らしくセンシュアルなカラー。そして06番チェリーインフュージョンは鮮やかでいてわずかにくすみを含んだアイコニックなレッド。顔色を一気に華やかなムードに染めてくれるというカラーです。ではまず限定色のリクイドアイズからご紹介していきます。リクイドアイズは昨年新作として発売された時に定番色を全色動画でご紹介していますが、汗や皮脂崩れに強いタイプのリキッドアイシャドウですごく使いやすかったです。今回の限定色は一見難しそうなカラーに感じますが、少しくすみニュアンスがある大人っぽいイエローということで、
幅広い年齢層の方から人気を集めていると BA さんがおっしゃっていました。実際にどんな感じの仕上がりなのか、まずは単色塗りで見ていきたいと思います。一度手の甲にリキッドを出して、指に少量アイシャドウを取って塗っていきます。少量ずつ指でタップしながら伸ばしていくように塗ると、まぶたにアイシャドウが密着してダマにならず綺麗に塗ることができます。今かなりナチュラルに発色させていますが、透け感があってしっかりイエローカラーは塗りますが、主張しすぎなくてとても可愛いですね。崩れに強い分、どうしても肌に密着するのも早いので、手早くささっと仕上げていくのがポイントです。はい、リクイドアイズ EX01 番はこんな感じです。指でカラーを調整しながら塗っているというのもあると思いますが、意外とアイシャドウがまぶたにベタッとついてしまう感じではなくて、程よい透け感も残しつつ、大粒のラメがキラッと輝く感じがとても可愛いです。イエローってなかなか使うのが難しいと思われがちなカラーですが、こちらはイエローというよりもくすみ感があってゴールドに近い発色なので、ゴールドのアイシャドウを塗る感覚で使えると思います。春コレクションのカラーはパステルカラーなどの柔らかい色味のものも多いですが、こういった少しくすみ感があるとより使いやすくていいですよね。私が購入した店舗ではすぐ事前予約の受付が終了してしまったとのことでしたが、人気なのも納得なくらい可愛いですよね。続いてインフィニットシングルアイスの限定色ご紹介していきます。まずは EX01 番です。店頭で見た時にものすごく可愛いなと思って実際に使用するのがとても楽しみでした。一度薄く塗ってみるとこんな感じでかなり自然で、こちらも先ほどのリクイドアイスと同様まぶたの透け感も程よく残してくれて、大粒のラメとブラウンのベースがほんのりとつく程度にも調整することができます。もう少ししっかりとのせてみます。しっかりとのせても意外と濃くなりすぎなくて、伸びのいい粉質で使いやすいですね。はい、EX01 番のバロックブロンズ、こんな感じです。しっかりと何度か重ねると、ブランドからの説明の通り、イエローベースのアンバーブラウンのカラーに発色して、締め色効果もありますが、暗くくすんでしまう感じがなく、とても絶妙な発色です。イエロー系のカラーはくすませていくと濁っている感じに見えてしまうことも多いですが、濁りもないのに絶妙な深さがあって素敵ですね。チラチラと輝くイエローゴールドの大粒ラメが可愛いです。続いて反対側に EX02 番塗っていきます。こちらは今回のコレクションのキーカラーとなるビジョンイエローというカラーです。明るめのシャンパンゴールドのような大粒のラメが入っているので、EX01 よりもさらに明るめの発色に感じます。こちらも一度塗りだとクリアな印象を残したまま程よい深みを与えてくれています。もう少し重ねていくとこんな感じで、このカラーも重ねていっても濁る感じがしないですね。はい、EX02 番ローアンビションはこんな感じです。グリーンでもイエローでもない絶妙なニュアンスのカラーという説明ですが、しっかりと指で何度か重ねていくと、カーキのようなニュアンスのベースに透明感のあるシャンパンゴールドのような大粒のラメが輝く感じでした。カラーとしては見た目通りの発色ですが、この大粒ラメの効果で程よい明るさも出してくれています。引きで見るとこんな感じです。ラメのきらめきがとても綺麗ですね。ではこちら側に EX03 番塗っていきます。EX03 は一見リクイドアイシャドウのカラーに似ていますが、やはりこちらの方が透け感が残る仕上がりですね。こちらの EX03 の方がより明るさを感じます。はい、EX03 番はこんな感じです。
今回発売されたインフィニットアイズのうち、一番ラメ感は抑えめで、カラーも明るめでした。明るめのイエローカラーですが、発色がナチュラルめなのと、イエローとオレンジとブラウンが絶妙なニュアンスで混ざり合っているとのことで、明るいけれど肌から浮くことのないイエローカラーです。同じイエローニュアンスのカラーが似ていると感じたので、反対側にリクイドアイズを塗ってみて、どんな感じの違いがあるのか比較してみたいと思います。はい、比較してみるとこんな感じの違いです。カラーのニュアンス的には似ていますが、インフィニットシングルアイズの EX03 の方がやはりクリアな発色で、比較してみると少しくすみ感もあるような明るめのイエローカラー。反対にリクイドアイズはしっかりと発色して大粒のラメもきらめいて、明るめのゴールドのような発色です。どちらもかなり使いやすいイエローカラーですよね。ではここからは今回のコレクションを使ったメイクルックをご紹介していきます。まずはインフィニットシンクライズ3色を使ったメイクです。EX01 番を指に取ってアイホール全体にのせていきます。今回どのカラーもものすごく絶妙なニュアンスで可愛かったですが、やはりこの EX01 番が個人的にもすごく可愛いなと感じたので、このカラーをメインに全体に塗っていきます。しっかりと指で何度か重ねて発色させていきます。そのままブラシにも取って、下まぶた全体にも薄く発色させておきます。ブラシで撫でるように塗ると、この大粒のラメがキラッと輝いて可愛いです。続いて EX02 番を指に取って、上まぶたの目を開けた時にカラーが見える位置までしっかり発色させていきます。この2色を組み合わせても濁ることなく、大粒のラメのきらめきが増して、とても可愛いです。より深みが増していく感じがして、大人っぽくて素敵ですね。最後に EX03 番を指に取って、アイシャドウのグラデーションの上に重ねていきます。イエローを軽くのせることで全体的に明るさを出していきます。はい、こんな感じでインフィニットシングルアイズ3色を使ったメイクが完成しました。単色ずつで塗ってみると程よい深みもあるのに重ねてもくすまないところがとても綺麗だなと思いましたが、3色を重ねてみても程よい深みは出ますが、カラーが濁らずにとてもまとまりがよく仕上がったと思います。今回の限定色はラメのきらめきが綺麗なので、もちろんお手持ちのアイシャドウに重ねて使っても可愛いと思いますが、この3色で組み合わせてもすごく素敵ですよね。引きで見るとよりこのラメの感じがわかりやすいと思います。さらにこの上からリクイドアイズを重ねていきたいと思います。今回はアイラインとして使ってみたいと思います。手に出したものをアイシャドウブラシに取って、上まぶたのまつげの際にライン状に塗っていきます。最初みずみずしいテクスチャーなので、短く線をつなげるように描いていって、このアイシャドウが乾いてまぶたに密着したら、さらに上から色を足して濃くなるように調整していくと、綺麗なライン状に仕上げることができます。密着力が高いので、アイライン使いしても崩れにくいところも嬉しいですよね。そのまま下まぶたのまつげの際にもライン状に入れていきます。下まぶたに入れるときは薄くぼかしながら拭くようにつけていきます。はい、上からリクイドアイズをアイラインとして使ってみました。今回のカラーはラメももちろんですが、しっかりと発色させるとメタリックのような艶めきも感じることができたので、アイラインとして使っても艶めきが出されて可愛いですよね。節目にした時にさりげなくキラッと輝く感じが素敵です。
最後、新作のリップをご紹介していきます。今回10色展開で発売されましたが、店頭でカラーを見せていただいたところ、こちらの01番と06番が事前予約分が完売するなどかなり人気色だったそうなので、この2色と続いて人気の02番を購入してみました。アイシャドウのご紹介の時からこちらの01番を塗っていますが、まさにカラー説明の通りの肌を綺麗に見せてくれるヌーディーベージュで、ピーチトーンを含んでいるとのことなので、イエロー系のアイシャドウとの相性も良かったです。質感としてはこんな感じのマットリップですが、乾燥が気になる状態の唇に塗ってもパサつくことがなく、すごく滑らかで、でも軽さがあって、とても使いやすいマットリップだなと思いました。長時間塗っていますが、輪郭が滲んでしまう感じもしないですし、カラーもしっかりと発色したまま保ってくれています。上から塗り重ねてみると、こんな感じで、見たままのようなしっかりとした発色です。続いて02番のデミアピンクはこんな感じです。先ほどの01番とカラーのニュアンスは似ていますが、こちらは可愛らしさとモダンを兼ね備えたタイムリーなピンクベージュということで、少しだけ青みのニュアンスも感じて、トレンドのアイシャドウとも相性が良さそうですよね。RMK はトレンド感のあるようなヌーディーカラーが得意で、とても可愛いですよね。最後、06番のチェリーインフュージョンです。このカラーはかなり発色もしっかりしているので、唇にのせたものを指で薄くぼかしています。それでもこのくらいしっかり発色してくれます。実際に唇の上にのせてみると、こちらも青みの要素を含んだ明るめのピンクレッドのような発色です。しっかりめのリップがお好きな方におすすめのカラーですね。今日はアイシャドウのコレクションのイメージに合わせた暗めの服を着ていますが、こういった春らしい明るいカラーの服を着た時にお顔がパッと明るく見えて可愛いリップですよね。はい、ではこんな感じで1月6日全国発売、一部店舗で1月4日から先行発売中の RMK2023 年春コレクションと同時発売の新作リップをご紹介していきました。今回のコレクションは発売前から注目度がかなり高かったこともあって私も期待していましたが、写真で見るよりも実際に使った方が絶妙な透け感やラメの感じがとても可愛くて、春らしいイエローカラーをおしゃれに使いやすい色出しにしてくれているところがさすが RMK だなと感じました。特にリクイッドアイスなどは先行発売の時点で予約完売をしていたので、気になった方はぜひお早めにチェックしてみてください。メイクについてのご質問やこんな動画が見たいなどございましたら、お気軽にコメントやチャンネル登録していただけると嬉しいです。それでは最後までありがとうございました。